はい、どうも皆さんこんにちは。今回は足利義胤についてお話ししていきます。室町幕府の第10代の将軍ですね。日本史上2回将軍になった人物はこの足利義胤だけなのですが、今回の動画では足利義胤が2度目の将軍になった後の話をしていきます。それ以前の義胤についてはこれまでの動画でお話ししていますので、義胤の前半生についてはそちらをご覧ください。すでにこれらの動画をご視聴された方の中にも忘れている方もいると思うので、まず義胤の前半生について簡単に振り返っていきましょう。1466年、足利義胤は京都で生まれました。父は足利義満、応仁の乱で西軍の大将となった人物です。その父が応仁の乱で敗北したことにより、一度は義胤も美濃国まで逃れることになりましたが、将軍の後継者がいなくなったために京都へと呼び戻されます。こうして足利義胤は一度目の将軍に就任するんです。しかしその後、細川正元の政変により京都を追い出され、周防の国で暮らしていくことになります。こうして義胤を追い出すことに成功した正元は足利義澄を将軍に擁立しますが、そんな細川正元も暗殺されてしまいます。この隙をついて足利義胤は上洛し、2度目の将軍に就任するのでした。さて、将軍に復帰することになった足利義胤でしたが、義胤の室町幕府を支えたのは、義胤を京都で迎えた細川高国や周防から一緒に上洛してきた大内義興などでした。特に大内義興は義胤の軍事力として重要な存在です。そんな重要な存在の大内義興は上洛の付き添いを終えた後に周防の国へと帰るつもりだったようで、義胤に別れを告げて帰ろうとしています。しかし義胤はいつ攻撃されるかわからない状況なので、義興の軍事力は必要です。京都の人々からも引き止められて、そのまま義胤の幕府を支えていくことになりました。しかし義胤は誰から攻撃されると思っていたのでしょう。答えは簡単です。前将軍の足利義澄です。義胤によって将軍の座から引きずり下ろされた義澄は義胤のことを恨んでいて、これ以降義胤から将軍職を奪い返そうとしていきます。そんな義澄はこの頃どこにいたかというと、近江の国、現在の滋賀県あたりにいました。義澄の味方をしていたのは細川住元や三好行長。彼らの目的は京都奪還です。なので刺客を放って義胤を暗殺しようとしたり、三好行長を京都に差し向けたりもしますが、義胤によって防がれてしまい、どちらも失敗しています。このような失敗により義澄は作戦を見直すことにしました。義澄が立てた作戦は挟み撃ち作戦です。まず細川住元と三好行長を本拠地の阿波へと帰国させます。到着したら阿波で味方の軍勢を集め、近江と四国で挟み撃ちを行うという作戦でした。こうして京都奪還を目標とした壮大な挟み撃ち作戦が始まっていくのです。阿波に帰った細川住元は早速軍勢を集めて出陣します。海を渡って堺に到着するのです。こうして京都奪還を目指す義澄陣営と、それを防ごうとする義胤陣営が摂津の国でぶつかりました。この戦いは義澄陣営の勝利。住元派の軍勢はその勢いで京都へ向けて進んでいきます。あまりの勢いに押し負けた高国は京都へ向かって撤退。義胤、義興と合流して丹波へと落ち延びていきました。こうして住元派の軍勢が京都を奪い返すことに成功します。しかしちょっと待ってください。よく考えると様子がおかしいです。当初の作戦では挟み撃ちを行うという予定だったはずが、近江の軍勢が動いていません。結果的に義胤を追い払って京都を奪い返すことができたから良かったものの、明らかに計画が狂っています。なぜそのような狂いが生じてしまったのか。それは近江の足利義澄が病死していたのです。この義澄の死が戦況を大きく変えていきます。なぜかというと、死んでしまった義澄を将軍にすることはできないからです。要するに義澄派の人たちは擁立する将軍がいないという状況になってしまいました。こうなると京都にいても意味がありません。擁立する将軍を失ってしまった細川住元は意気消沈してしまい、丹波から出陣してきた義胤派と戦いますが敗北。せっかく京都を奪い返したのに摂津へと落ち延びていきました。こうして再び義胤が京都へと戻ってくるのです。
さて、これ以降は政治も安定し、義胤の時代になっていくかと思われましたが、そう簡単にはいきません。この頃の室町幕府に安定という言葉は無縁なものでした。冒頭でお話しした通り、義胤の政治は細川忠国や大内義興に支えられて成り立っていましたが、ここで問題が発生します。大内義興が周防へと帰ってしまうのです。これには大内義興のライバルである尼子常久が関係していました。というのも、大内氏の領国周辺では新興勢力の尼子氏が力をつけてきており、放っておいたら大内の領国が危ない状況だったのです。大内義興はこれに対応するために周防へと帰ったのでした。これにより義胤の軍事力は大きく低下してしまうのです。このチャンスを細川住元は見逃しませんでした。足利義澄を失って意気消沈していた住元でしたが、気持ちを奮い立たせて再び上洛を目指していきます。三好行長とともに阿波を出発して兵庫に上陸。対する細川忠国も出陣して迎え撃つことになりますが、大内義興を失った義胤派に勝ち目はありませんでした。細川住元と三好行長は次々と城を落としていき、忠国は京都へと引き返していきます。しかし、ちょっと待ってください。よく考えるとまたまた様子がおかしいです。細川住元と三好行長は京都へ行って何をするつもりなんでしょう。彼らが当初将軍に擁立する予定だった足利義澄は先ほど言った通り、もうこの世にいません。つまり彼らは京都に行ったところで将軍に擁立する人物がいないはずです。しかしこの問題を彼らは意外な方法で解決します。なんと足利義胤を味方につけていたのです。一緒に逃げましょうという高国でしたが、義胤はそれを断ります。要するに足利義胤は負けを続ける細川高国を見限って細川住元に乗り換えたのでした。こうして孤立した高国は一人寂しく近江の国へと落ち延びていきました。波乱万丈な足利義胤の人生でしたが、ようやく一息つける状況になりました。三好行長も上洛してきて、やっと安定した政治が行える、そう思っていたことでしょう。しかし忘れてはいけません。この頃の室町幕府に安定という言葉は無縁です。というのも、三好行長が上洛してきた後にも一向に細川住元は上洛してこなかったのでした。なんだか嫌な予感がしますね。細川住元が上洛してこない理由、それは病にかかっていて死ぬ寸前だったからでした。つまり義胤は細川住元という沈みかけの船に乗ってしまったことになります。しかし気づいた時にはもう遅いです。細川忠国は六角氏と同盟を結んで近江から出陣。これに対して三好行長が出陣して戦いになりますが、最終的に行長は自害に追い込まれてしまいます。これを聞いた細川住元も病状が悪化する中、阿波へと逃走しますが、そのまま病死しましたので義胤は孤立してしまいます。仕方がないので足利義胤は再び細川忠国と手を組みますが、もちろんうまくいくわけがありません。忠国が主導権を握り、やりたい放題の状況だったので、それに嫌気がさした義胤はついに自ら京都を脱出。堺、淡路を経て阿波へと落ち延びました。その後も義胤はいつか必ず都へ帰ると望みを捨てていなかったようですが、最終的にそのまま阿波で死亡。波乱万丈の生涯に幕を下ろすのでした。さていかがだったでしょうか。こうして足利義澄と足利義胤はどちらも死んでしまいましたが、死ぬ前に足利義澄は子供を残していました。足利義晴と足利義経です。京都に残っていた細川忠国は足利義晴を京都に呼んで将軍とし、義晴による室町幕府を成立させます。一方、阿波にいた足利義経は細川住元の息子である細川晴元から擁立され、両者は争うことになっていくのです。ということで次の動画では足利義晴と大物崩れについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。